EV や AI の分野で中国に日本、今後日本はさらに世界から遅れとってしまうんでしょうか。はい。ツイッターでちょっと前にデジタル赤字について書いたんですけど、石油はもう取れないので、エネルギーは輸入するしかないよね。ここら辺も多分皆さん同意してもらえると思うんですよ。で、今じゃあスマホでアプリを買うたびに30%アップルとか Google にお金を取られてますとか、クレジットカードで手数料1%ぐらいはだいたい取られてますとか、アメリカにバンバンお金を払ってるんですけど、これって日本人が努力をすればなんとかなることなんですよ。別にじゃあ YouTube 見ないでみんなニコニコ動画見ればいいじゃんとか、なんかその X 使わないで MXC2 見ればいいじゃんとかっていうので、実は日本人が努力をすればなんとかなる問題なんですけど、で AI に関してもある程度努力をすればなんとかなる問題っぽいんですよ。中国のディープシークだっけ、アメリカから輸入制限を受けてる中で割といいものを作ったっていうのがあって、そこまで NVIDIA のガチのチップがなかったとしても結構いいもの作れるんじゃねみたいな話とか、チャット GPT ほどの性能がなかったとしても、メタが出しているオープンソースのラマでもそれなりの性能を維持できるんじゃねとかっていうので、組み合わせ次第では結構なんとかなるんじゃねみたいな話があって、で、ガソリンの値段はもう上がり続けるしかないんですよ。でも AI の値段とか IT 系で払う値段、例えばじゃあ Google の Gmail とかも、会社が Gmail 使ってると Google のワークスペースっていうのにお金を払ったりとかなんですけど、っていう感じで、実はそのデジタルに関しては日本の努力でなんとかなる問題なんですけど、でもそういうところも努力をしないでアメリカにお金を払い続けてしまうっていう、電気自動車でももう BVD には全然勝てないよねっていう。今テスラより BVD の方が売れてるんじゃなかったっけっていう感じで、努力をすればなんとかなる分野っていうのも割とこう努力をしなくなってしまっていて、で僕それは政治にも原因があると思ってるんですよね。まあ今は変わったんですけど、もともとデジタル庁ができた時にガバメントクラウドっていうのがあって、日本の地方自治体とか市とか県とか島とかっていうところがデジタル的な処理をするサーバーとかというのをクラウドに置くときは Amazon か Google に置きなさいっていうルールにしてたんですよ。で、そしたら日本のホスティング業者使われなくなっちゃうじゃん。で、IT において、やっぱりそのサーバーをどこの国のものを使うかは超重要なんですよ。Amazon と Google に必ず置かなければなりませんっていうのって、一応暗号化してるとは思うんですけど、Amazon と Google がやめピって言ったら、もう日本の地方自治体とかのデータ全てなくなっちゃうんですよ。明日から突然日本止めるわって言ったら止められちゃうんですよ。おかしいでしょ。あくまでそのホスティングは日本の業者でもできるようにしなきゃいけないよねっていうのがあって、今だと桜インターネットとか GMO とかでもサーバー使えるようになってると思うんですけど、っていう感じでその日本の IT 産業が成立するような形で国はちゃんと構造を作るべきなんですよ。でもそれが全く分かってない頭の悪い政治家が、アマゾン便利なんじゃねとか、グーグル便利なんじゃねっていうところで進めてしまうっていうのがあって、そこら辺のなんかデジタルが分かる人がちゃんと政治家になった方がいいなっていうので、安野さんが政党を作るって言ったから頑張れと思ってます。はい、デジタル庁のトップが行動をかけなくても別にいいじゃないか。要はエンジニアがトップじゃなかったとしても、正しい判断ができるのであれば、それでいいじゃないかっていう議論があるんですけど、エンジニアでないと正しい判断ができません。で、これはなんでできないかっていうと、エンジニアができないと言ってる時に、めんどくさいからやりたくないと言ってるできないっていうのと、物理的にできないの区別ができる人とできない人の差なんですよ。で、多分デジタル庁でガバメントクラウド決まった時に Google とか AWS じゃないとできませんっていう風にデジタル庁のエンジニアがみんな言って、でその当時のデジタル庁の一番上って一橋大学の経済学のなんか先生のおばちゃんかなんかでコードを書いたこともねみたいな人なのよ。でそうするともうこれは AWS でしかできないんです、 GCS しかできないんですって言われたら、ああそうなんだって思っちゃうんですよ。なわけねえだろって言い返せるのは自分でオンプレからちゃんとサーバー作れる人だけなんですよ。じゃあオンプレからサーバー積み上げていろいろやり方あるよねって知ってる人だったら、いやいやできるでしょ、日本でできるでしょって言えるんですよ。でもこれがエンジニアじゃないと、やりたくないエンジニアがみんな寄ってたかって、いやいやアメリカじゃないと無理なんですよって言われたら、そうなんだになっちゃうんですよ。なので僕はトップはエンジニアじゃないとダメだっていうのはそういう理由なんです。正しい判断ができればいいじゃないかっていうのは論理的にはそうなんだけど、エンジニアリングの知識ないやつが正しい判断できるわけないじゃん。
だって情報ないんだもん。百戦錬磨のエンジニア的な人たちが集まって、これは AWS じゃなきゃできないんですって言われたから多分そうなったんだと思うんだけど、それにどうやって反応すんの？コードも書けないおばちゃんが。っていうのがあるので、なので正しい判断ができればエンジニアじゃなくていいじゃんっていうのは、論理としては成立するかもしれないけど、無理ですよ。構造的に不可能ですよって話です。過去の戦争の禍根から日本の弱体化を目的にしている勢力があるだろうと理解できますが、実際日本にどれくらい影響があるんだと考えます。他国から予算が出てきたとしたら影響大きいと思いますが、実態がいまいち分からなくされている気がします。ニューヨークしたいなら悪くしようとしたい人たちに影響力について議論を避けて取れなきゃするので、ひろきさんどう思いますか？例えば日本って官房機密費っていうのがあって、年間50億円ぐらい自由に使えるんですよね。で、多分中国とかアメリカとかもそういった表に出てこないお金というのがあって、例えばじゃあ CIA という組織が何をしてますかっていうと、アメリカを幸せにするために予算を使って海外で違法行為と言われることでもアメリカのためであればやってもいいという組織なんですよ。中国にも多分そういう組織はありますと。中国が仮想敵国にしているのに日本は含まれています。尖閣諸島を取ろうとしているっていうのもあるし、台湾と彼らが言っている台湾区と言っているところの一部には八重山諸島も含まれるんですよね。なので中国が台湾省を奪還すると言っている時の地図の中には日本も含まれてるんですよ。でそれを取るためにはどうすればいいかっていうと、じゃあアメリカの米軍基地はいなくなった方がいいよね。でそのためには米軍基地に反対している運動の人たちにお金を出した方が結果としてうまく回るよね。それ以上にお金を払って効果のあることはありますかっていう風に中国国内になった時に、とりあえず予算出した方がいいよね。でそのじゃあ武蔵野市だっけ、外国人に参政権を上げた方がいいよねって言ってる政治家がいますと。でその人にお金を払った方が中国得じゃねって考える場合もあると思います。あとは、秋山議員だっけ、中国のカジノ会社から確か100万円くらい回ってますよね。っていう感じで、割とその予算があって、日本ですら官房技術50億円あるので、多分中国はもっと予算があると思うんですけど、で、直接的にアメリカと敵対するときに共闘法になるのは日本というところで、じゃあそこに年間数十億円ぐらい使ったとしても、プラスになるよねと考えてもおかしくはないと思うので、そういうお金が動いていて、で、そこで何らかしらの活動が起きてないと考える方が僕はどうなのって思うんですよ。だってもうそういう予算が当然あるよね。でそれをじゃあ効率的に使うんだったらどこにお金を払うべきかなっていうのは考えればわかると思うので、なのでそういう人たちというのがいて、そういう予算も動いてるよねというふうに思った上で、どういうふうに立ち振る舞いをするかというふうに日本の人は考えた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、前にも言ったんですけど、僕そのカデナのあれカデナだよね。カデナじゃない、辺野古だ。ごめんなさい。辺野古ね。米軍基地にね、反対って言ってる人のを見に行ったんですけど、で、そこで反対してる人たちが言ってたのが、米軍基地反対、自衛隊もいらないって言ってるんですよ。米軍基地がいなくなりました。自衛隊もいなくなりました。誰が得しますか？まあまあ、で、その誰からも責められないのであればそうかもしれないですけど、でもじゃあ台湾省というところを奪還するぞって言っていて、尖閣諸島も自分たちの土地ですって言っている国が横にいる状態で、自衛隊いらないって言っている運動ってたまたまマイクを持ったその人だけがおかしいのであれば、周りの人止めてると思うんですけど、周りの人も止めないんですよ。まあそういう人多分いつもやってるんだと思うんですよね。仲良く他の人と安心したので。なので、辺野古の米軍基地反対運動をしてる人たちというのは、米軍基地いらないと言ってるし、自衛隊もいらないというのに同意をしている人たちなんですよ。じゃあそれ誰の得になるの？でそれどっかからお金が出ているとしてもおかしくないよねというふうに僕は思ってしまうんですね。もちろんお金が出てるかどうかは僕は証拠がないので、これは妄想の範囲内なんですけど、でも少なくとも自衛隊も米軍基地もいらないと言ってる人たちがやってる活動であって、これは録画されてるんですよね。アベマプライムたちカメラ回してたので、僕もなんか携帯で撮った気がするから探せばあんのかなっていう状態だよねっていうところで、もうちょっと世の中の人は判断していただければいいんじゃないかなと思います。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。